サンタとサンタクロースのメリークリスマス大作戦。サンタくんはどこにでもいる小学1年生の元気な男の子です。でもサンタくんはクリスマスが大嫌いでした。なぜなら、やい、サンタならクリスマスプレゼントよこせよ。サンタクロースのサンタだもんな。そう。サンタくんはクリスマスが近づくたびに周りの子たちから名前をからかわれていたのです。なんで僕はサンタなんて名前なんだろう。サンタくんは怒った顔でぽつりとつぶやきました。しかし怒っていてもクリスマスはやってきます。この日もサンタくんは名前を散々からかわれ、嫌な気持ちになっていました。小学校からの帰り道、サンタくんは早くクリスマスが終わればいいのにと思いながら歩きます。そこへ空が突然ピカッと光りました。最初は雷かと思いましたが違います。謎の光は空から近くの公園へと向かって落ちていきました。なんだあれ、見に行ってみよう。サンタくんは公園に向かい走り出しました。公園に着きサンタくんは驚きました。そこには本物のサンタクロースがいたのです。ピカッと光っていたのはソリを引いていたトナカイの真っ赤なお花でした。どうやらトラブルがあってここに不時着したようです。おやおや、君はサンタくんじゃないか。僕のこと知ってるの？もちろん。サンタクロースは世界中の子供のことを知っておるよ。サンタくんは関心なさそうにそう言います。でも少し嬉しそうな顔をしていました。そこへサンタクロースがサンタくんにこんなお願いをします。サンタくん、できればわしのプレゼント配りを手伝ってくれないかね。僕が？なんで？風に煽られてソリを不時着させたんだが、その時に腰を痛めてしまってな。え？それって大丈夫？一人ではプレゼントを配るのは難しそうじゃ。そこでサンタくんに手伝ってほしいんだが、ダメかのう？サンタくんはクリスマスが嫌いです。でもサンタくんはとても優しい子でした。わかった。手伝うよ。よし、決まりじゃな。サンタくんはサンタクロースとプレゼントを配ることになりました。夜になり、いよいよプレゼント配りが始まります。トナカイの引くソリに乗り、サンタくんはサンタクロースと空を舞いました。シャンシャンシャンとベルを鳴らし、二人を乗せたソリは子供たちのもとへ向かいます。最初はあの子の家へプレゼントを配りに行こうかの。サンタクロースが指さしたのは隣町の男の子の家でした。サンタクロースが魔法をかけると男の子の家の窓がガチャリと開きました。サンタくんはプレゼントを手に取ると男の子の部屋へと入っていきます。メリークリスマス。男の子が幸せそうに寝ている横にサンタくんはそっとプレゼントを置きました。
次に向かったのは、なんと外国です。サンタクロースのソリは、あっという間に海を渡り、アメリカに向かいました。今度は、アメリカ人の女の子にプレゼントを配るんじゃよ。世界中にプレゼントを配るんだね。それがサンタクロースの仕事じゃからの。サンタ君はサンタクロースのことがとても立派な人のように見えました。そんなサンタクロースの仕事を手伝えている自分のこともまた少しだけ誇らしく思えました。この辺りの地方はまだ煙突が残っているんじゃ。ここから入ってごらん。サンタクロースにそう言われ、サンタ君はワクワクとした顔をしました。やはりサンタクロースといえば煙突から家に入っていくものです。サンタ君はプレゼントを持つと煙突の中へゆっくり潜っていきました。メリークリスマス。女の子が居眠りしている横にサンタ君はプレゼントをそっと置いていきました。サンタクロースは次に遠い果てにある森へと向かいました。こんなところに向かっても人間は住んでないよ。サンタクロースは人間以外の子供にもちゃんとプレゼントを配っているんじゃよ。それを聞いてサンタ君はサンタクロースのことがますます立派に見えました。クリスマスが早く終わればいいと思っていたのが嘘のように、サンタ君の目はキラキラと輝きます。森の深くまで行くと、そこには熊の巣穴がありました。あそこで熊の子が冬眠しておる。このプレゼントを置いてきておくれ。サンタ君はプレゼントを受け取ると、熊の親子を起こさないように巣穴へ入っていきます。メリークリスマス。そっと声をかけると、サンタ君は熊の子の横にプレゼントを置いていきました。それからサンタ君はサンタクロースと共に世界中の子供たちにプレゼントを配りました。様々な国の子供たちや動物や植物の子供、時には海深くに潜り人魚の子供へプレゼントを配り、またある時は空高く舞い上がると宇宙人の子供にプレゼントを配りました。プレゼントを配るたびに見かける子供たちの幸せそうな顔、それを思い返すとサンタ君自身もなんだか幸せな気持ちでいっぱいになりました。すべてのプレゼントを配り終えた頃にはすっかり真夜中になっていました。サンタ君は疲れてくたくたになりながらもとても嬉しそうにしています。これで世界中の子供たちにプレゼントを配り終えたね。いや、まだプレゼントを配れていない子がいるんじゃ。そうなの？それじゃあ早く届けに行かなくっちゃ。大丈夫。その子ならわしの隣にいるからの。そうサンタクロースに言われ、サンタ君はまだプレゼントをもらっていない子が自分のことなのだとようやく気づきました。僕がプレゼントをもらっていいの？あれだけクリスマスのことを嫌っていたのに。どんな子にでもわしはプレゼントを配るよ。それに君は今日わしの手伝いで大活躍してくれたじゃないか。それじゃあもらってあげてもいいかな？ふわふわふわ。これがプレゼントじゃよ。メリークリスマス。そう言うとサンタクロースはサンタ君に魔法をかけます。サンタ君の目の前は一瞬真っ暗になりました。気づくとサンタ君は病院に立っていました。それもここは6年前、サンタ君が生まれた日の病院のようです。
どうやらサンタクロースの魔法のおかげで、サンタくんの姿は他の人に見えていない様子。おぎゃーおぎゃーと声のする方にサンタくんは向かっていきました。そこには生まれたばかりのサンタくんと今より少しだけ若いお母さんとお父さんの姿があります。よく頑張ったな。かわいい男の赤ちゃんだ。無事に生まれてきてくれて嬉しい。この子の名前なんて名付けようか。お父さんの言葉にサンタくんはドキッとしました。それならサンタって名前がいいわ。サンタか。一人目の子供なのにかい？サンタクロースのように幸せを配れるような人になりますように。それでサンタがいいって思ったの。なるほど。それはいい名前だ。お母さんとお父さんのやりとりを見て、サンタくんは気づくと泣いていました。サンタクロースのサンタとからかわれ、嫌だった自分の名前。その名前の理由がこんな素敵なものだったなんて、サンタくんは知らなかったのです。サンタクロースのおじさん、最高のプレゼントをありがとう。どういたしまして。それでは、メリークリスマス。サンタクロースの声とともに、サンタくんは眠りに落ちました。いつの間にかサンタくんは自分の部屋で眠っていました。その寝顔はとても幸せそうです。今までは大嫌いだったクリスマスと自分の名前。サンタくんはこれからきっとそれらを大好きになれることでしょう。さあ、サンタクロースは次にきっとあなたの家へプレゼントを持って訪れますよ。それではメリークリスマス。